はいどうも、ムーンベースカズです。今回はバイクで動画を撮影するときに使うカメラ、アクションカメラと360度カメラ、どっちがいいのってことで、インスタ360のアクションカメラ ACE Pro 2と360度カメラ X5、この2台をバイクで撮影するときの観点から比較、検証していきます。カメラの特徴から撮影スタイル、画角とアングル、画質と解像度、夜間映像、サウンド、編集、それぞれを詳細に比較検証していきます。最後まで見れば自分に合った最初の1台が決まります。それでは行ってみましょう。バイクのツーリング動画を撮りたい、元ブログをやりたいって時に、まず悩むのは動画を撮るカメラ、これを何にするかってところですね。これまではバイクで動画を撮るっていうとアクションカメラがメインでした。なので悩みどころとしては GoPro にするか DJI にするかインスタ360にするかって感じで、アクションカメラのブランドで悩むことが多かったです。ちなみにアクションカメラのブランド選びではインスタ360 ACE Pro 2と DJI Osmo Action 5 Pro の比較解説もしているんで、そちらも合わせてチェックしてください。そしてカメラ選び、今はアクションカメラと360度カメラ、このどっちにするかで迷うことが増えてきました。それでは早速インスタ360のアクションカメラ ACE Pro 2と360度カメラ X5 を比較検証していきましょう。インスタ360 ACE Pro 2と X5 の概要とスペックの主な違いを簡単にチェックしていきます。こちらが ACE Pro 2です。そしてこちらが X5 です。フォルムは大きく違いますよね。ACE Pro 2がコンパクトな長方形の横型で、X5 は縦に長い長方形です。サイズはこちらの通り。X5 の方が大きめですね。重さも 20g ほど重めです。スペックはこちらの通りです。スペックや性能は数値や文字を見てもいまいちピンときませんよね。では実際の映像やサウンドで比べていきましょう。アクションカメラと360度カメラ、一番大きな違いは撮影スタイルです。インスタ360 ACE Pro 2は従来のカメラと同じようにレンズが一つだけついていて、レンズの向いている一方向の映像のみを高画質で撮ることに特化したアクションカメラです。ヘルメットにカメラをつけて走っている方向を撮影したり、顔を向けた方向を撮影したり、目の前の映像をシンプルに撮影するのがアクションカメラです。撮影している時の瞬間瞬間で興味のあるものを撮る撮影スタイルですね。インスタ 360X5 はレンズが前と後ろに2つついていて、前、後ろ、上、下、すべての方向の映像が撮影できる360度カメラです。目の前の気になるものだけじゃなくて、とにかく360度全方向を撮影しておいて、後から視点やアングルを自由に決める撮影スタイルです。目の前の映像のみを残したいか、360度全ての映像を残したいか、どちらを重視するかですね。そりゃ360度を全て残せた方がいいじゃんって思うかもですが、そう簡単でもないんですよね。映像の美しさや撮影した映像の楽しみ方によって選ぶカメラは変わってきます。それではもう少し詳しく見ていきましょう。アクションカメラと360度カメラの違いとして、画角とアングルも大きく異なります。画角というのはカメラが一度に映せる範囲のことです。どこまで広く映せるかってことですね。そしてアングルは撮影する時の角度や位置のことです。どの方向、どの高さから撮影するかです。ではそれぞれのカメラの画角とアングルはどうでしょう。 ACE Pro 2で一番広い画角は 4K60 フレームの時に撮れるアクション広角です。アクションカメラの中でも最大の157度ととても広い超広角です。このように前方の映像に加えて横の映像も広く撮影できます。映る範囲が広いんでとっても開放感のある映像になりますね。さらに横に流れる景色も加わるんでスピード感もあります。アングルは基本的に固定ですね。最初に決めた方向や角度での撮影になります。ヘルメットにマウントした時は顔の向く方向でアングルは変えられるんですが、こんな感じで限界はありますね。次に X5。X5 には画角の概念はないですね。このように360度全ての風景が映せます。そして後から好きな画角で切り出せるんです。
そしてアングル。X5 はアングルもかなり自由です。最初に決めるのはカメラの位置ですね。カメラを前に置くのか、横にするのか、もしくは後ろにするのかを決めます。あとはカメラが360度全方向を撮影してくれるんで、編集の時に好きなアングルで切り出すことができるんです。カメラで撮れる映像の美しさも重要ですね。インスタ 360 Ace Pro 2と X5 の解像度の違いもチェックしましょう。動画の解像度は色々設定で選べます。Ace Pro 2の最高の解像度は 8K で撮影した時の 7680×4320 ピクセルです。X5 の最高の解像度は360度動画で撮影した時の 8K7680×3840 ピクセルです。ただですね、ここでややこしいのが Ace Pro 2と X5 の解像度が 8K で同じとは単純に言えないんです。X5 の 8K は前後のレンズで撮影した映像を組み合わせた360度での解像度なんです。なので実際にテレビやモニターで見るときはこの 8K 映像の中の一部を切り出して見ることになります。そうすると実際には 8K よりも低い解像度になるんです。では実際に見てみましょう。Ace Pro 2は 8K30 フレームで撮影した映像です。それを YouTube にアップするために 4K の解像度に落としています。まず驚くのは描写力の高さです。建物や木々、電線、アスファルト、画面に映る全てのものが細部までくっきりクリアに描写されています。色の再現性も高いですね。色の階調も豊かで鮮やかな色彩も美しいです。次に X5 の 8K360 度で撮影した映像です。これを Ace Pro 2と同じ画角にしました。なので実質 4K に近い映像ですね。そのため Ace Pro 2と比べると細部の表現力は低くなりますね。ディテールが潰れてちょっとのっぺりした映像になります。色も鮮やかさが薄れますね。ちょっとくすんだ色合いです。では並べてチェックしましょう。やはり Ace Pro 2の本当の 8K はディテール、色彩ともにズバ抜けて綺麗です。細部がくっきりしていて色彩も鮮やかです。遠くの看板です。Ace Pro 2は細かな文字もくっきりと読めます。色もメリハリが効いて色の再現性も高いですね。最高の画質で記録するなら Ace Pro 2ですね。次は 4K の画質です。これは4種類の画質でチェックします。Ace Pro 2は 4K の解像度 3840×2160 ピクセルです。画角はアクション広角です。4K にすると先ほどの 8K よりも広い画角で撮影できます。次に X5。X5 は3つの画質でチェックします。1つ目は先ほどと同じ360度 8K で撮った映像を同じ画角にした実質 4K の映像です。2つ目はシングルレンズモードで撮った 4K の映像です。X5 にはアクションカメラと同じように1つのレンズだけで撮影するシングルレンズモードがあるんです。この時は 4K での撮影になります。そして画角はメガ広角、Ace Pro 2よりも広く撮影できる画角です。3つ目は360度動画 5.7K で撮影した映像です。Ace Pro 2と同じ画角にすると実質 2K ですね。ではこの4つの映像を見比べてみましょう。では並べてチェックしましょう。4K になると画質の差は少なくなりますね。画面を止めて拡大してみます。すると違いが見えてきますね。Ace Pro 2と X5 のシングルレンズモードは実際の 4K なんで細かな文字が潰れずにくっきりと描写されています。色もメリハリがあって色の階調も豊かで鮮やかです。一方 X5 の 8K と 5.7K は実際の 4K よりは解像度が低くなるんでディテールがぼやけてしまって色彩も薄くなっていますね。動きも Ace Pro 2と X5 のシングルレンズモードは60フレームなんで滑らかな映像になっています。インスタ360の Ace Pro 2と X5 には暗い夜間でも明るく美しく撮れるピュアビデオモードがあります。その時の解像度は Ace Pro 2が 4K60 フレーム、X5 が360度動画の 8K30 フレームです。4K にした時の解像度はほぼ同じですが Ace Pro 2の方がフレームレートが60フレームなんで滑らかな動きで動画が撮影できますね。この違いもチェックします。まずは Ace Pro 2です。街灯やネオンもありますが肉眼ではもっと暗い道です。
でもこの通り明るくクリアで鮮やかに映っていますね。ディテールの表現力が高く、色の滲みがなく、ノイズもありません。輪郭がはっきりしていて、色も鮮やかです。建物や金属、アスファルトの質感もしっかり表現されています。次に X5 です。X5 の映像も綺麗ですね。すべてのものが明るく、クリアに映っています。ノイズもなく、ディテールもきちんと再現されています。質感の表現もリアルですね。色の階調も自然で、鮮やかさもあります。では、並べてチェックしましょう。違いがわからないほど、どちらも美しいですね。動きの滑らかさは Ace Pro 2が60フレームなんで、30フレームの X5 より滑らかです。その分ディテールも Ace Pro 2の方がくっきりしています。画面を止めるとよくわかりますね。近くの看板を拡大します。Ace Pro 2はシャッタースピードが速いんで、ブレがなく文字がくっきりと映っています。X5 はシャッタースピードが遅いんで、近くのものはブレが大きく出てしまい、文字がブレてぼやけています。逆に遠くの看板です。離れているとブレの影響は少ないですね。両方ともくっきりと映っています。とはいえ夜間モードはどちらも明るく美しく撮影できますね。いや、すごいです。バイクで撮影するときにはサウンドも重要ですよね。エンジン音やマフラー音がしっかり取れるとバイクの迫力や疾走感がアップします。でも走っている時に邪魔なのが風切り音です。風切り音が入るとこんな感じです。風の音だけがすごくって聞けたもんじゃないですね。エンジン音やマフラー音も打ち消されてしまいます。でも Ace Pro 2と X5 には風切り音を防ぐ機能があるんです。Ace Pro 2はフロントマイクにメッシュの風防がついていて、さらに中にはスポンジも入っています。そしてソフトウェアのオーディオアルゴリズムで音声を処理して風切り音を抑えるんです。X5 はフロントマイクにメッシュの風防が何枚も重なってマイクに直接風が当たるのを防いでいます。そして Ace Pro 2と同じようにソフトウェアの音声処理でも風切り音を低減しています。では実際にその効果を聞いてみましょう。まずは Ace Pro 2の風切り音の低減がないステレオモードです。風切り音がすごいですね。エンジン音がわずかに聞こえてきますが、ほとんど風の音と言ってもいいですね。聞くに耐えない音です。では風切り音低減モードです。風の音がぐっと抑えられましたね。エンジン音など走行音がちゃんと聞こえるようになりました。これならサウンドとして使えそうです。次は X5 です。まずは風切り音低減のないステレオモードです。これも風切り音が凄まじいですね。さすがにこれではサウンドとしては使えないですね。次に風切り音低減モードの弱です。一気に風切り音がなくなりましたね。すごいです。エンジン音もしっかりと聞こえてきます。次に風切り音低減モードの強です。弱よりもエンジン音がクリアで大きく聞こえるようになりました。風切り音がさらに抑えられている感じですね。バイクで使うならこの強がいいですね。では連続で聞いてみましょう。風切り音を防ぐ性能としては X5 の方が高いですね。X5 は Ace Pro 2よりも風切り音がかなりなくなってエンジン音が力強く録音されています。次に編集の違いです。撮影した動画はそのままだと不要なシーンもあるんですよ。なので快適に見るためや YouTube で公開したり SNS でシェアするには編集が必要です。ではその編集の違いもチェックしましょう。まずは Ace Pro 2です。Ace Pro 2の動画形式はいろんな再生ソフトで見られる MP4 です。なのでそのままでも簡単に再生や編集ができます。編集ソフトもインスタ360の専用ソフト、インスタ360スタジオを使うのもいいし、Final Cut Pro などのいろんな編集ソフトが使えますね。Ace Pro 2は編集も簡単です。映っている画角やアングルは固定なんで、基本的に画角やアングルの変更はないです。必要なシーンだけを残す編集になります。いらないシーンの始まりと
終わりのところを分割して、いらないシーンを削除するだけです。こういった感じで必要なシーンだけを残した映像が作れます。X5 の場合は ACE Pro 2と比べるとちょっと手間がかかりますね。まず動画のファイル形式は Insta360 の専用ソフト Insta360 Studio でしか再生できないファイルなんです。なので Insta360 Studio での編集と書き出しが必要になります。編集はまず画角とアングルを決めます。360度動画はこのように前後左右上下が全て映っています。なのでまずは残したい映像の画角とアングルを決めます。バイクと景色が両方入る画角にして、アングルはちょっと前を映す感じとか、画角とアングルが決まったらキーフレームを打ちます。そして再生を続けて、ここは景色を映したいなってところではアングルを景色に向けて画角も広めにします。そしてキーフレームを打ちます。さらに進めたところでは前方の景色を映したいんで、アングルを前に向けてキーフレームを打ちます。画角やアングルを細かく調整したいときは、このように色々と設定も可能です。映像の歪みをなくしたり、不思議なアングルにしたりもできます。さらにいらないシーンはこのように削除していきます。そして編集が終わったら、いろんなソフトで再生できるようにファイルを MP4 で書き出します。X5 の動画編集はパソコンだけじゃなくてスマホでもできます。スマホだと AI を使って自動で編集することも可能です。でも X5 の編集の場合、快適に編集するならパソコンやスマホのスペックはかなり高いものが必要になります。皆さんはどちらのカメラで撮影したくなりましたか？映像の美しさは 8K の解像度をフルで見られる ACE Pro 2がずば抜けていますが、4K で見ることが多いと ACE Pro 2、X5 ともに同じぐらいの美しさです。大きな違いは撮影スタイルや残せる映像の使い方ですね。個人的にどっちがおすすめかっていうと、結論から言うと両方買っちゃえですね。それぞれ異なる良さがあるんで両方使うのがおすすめです。とはいえどっちか一つを選ぶとすると、目的や編集をどこまでこだわるかでおすすめの1台は変わります。まず YouTube で元ブログを始めたいなら、最初の1台は360度カメラの X5 がいいですね。前方に広がる風景だけでなくて、前や後ろの風景もしっかり撮れるし、バイクに乗っている自分も撮影できます。多彩な映像が撮れるんで、映像のアングルや画角にもバリエーションが出て、元ブログの映像が見応えあるものになります。旅の思い出として残したいなら、編集にどこまでこだわれるかでおすすめは分かれます。編集は簡単に済ませたいとか、編集するためにスペックの高いパソコンやスマホを用意できないという人は ACE Pro 2がいいです。ACE Pro 2なら編集しなくてもそのままでもいろんな再生ソフトで見られますし、編集も簡単です。撮影した映像を気軽に楽しむなら ACE Pro 2がいいですね。逆に編集にこだわって見応えのある動画を残したいって人は X5 がいいですね。走っている時に見た景色だけじゃなくて、見られなかった風景、景色の中を走る自分のバイクが印象的に残せます。このように撮影する目的や編集にどこまでこだわりたいかでカメラを選ぶといいですね。はい、ということでInsta360のアクションカメラ ACE Pro 2と360度カメラ X5、 この2台の比較検証でした。皆さんのカメラ選びの参考になると嬉しいです。良ければコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。それではまたご安全に。